なんかちょっと雰囲気が違いますけど。そうですね、今回は盆栽職人トシっていうのは今までねちょっとこうなんていうんだろう、得体の知れない人物のまま来てるので。ああそうですね、あんまりこう僕個人的なことはあんまりねそうないので話してないでいろいろまあ盆栽に対するはいはい胸の内とか、なんでなろうかなって思ったのかとか、はいはい、ちょっとそういうことを聞いていこうかなと思います。わかりました。盆栽職人という職に携わる前のトシさんにとっての盆栽って何だったんですか？最初は本当趣味ですね。ずっと愛好家としてやってたんで。それは何歳ぐらいから？それは23とかだったと思うんです。なんかその盆栽をやるにあたってのきっかけみたいなのあったんですか？これっていうきっかけはないんですけど、なんか急にこうどうしても盆栽やりたいっていう、本格的にやりたいっていう熱が出てきて、でそれまでやってた仕事を辞めてこの世界に飛び込んできたっていう感じですね。で盆栽職人になろうと思ってまず何やったんですか？どういうふうに職人になれるのか分かんなかったっていうのがあって、なんとなく弟子入りはするんだろうな、いろいろ自分なりに調べたりとかして、当時埼玉の、盆栽園で、そこの方と話す機会があったので、その方にいろいろ聞いたりとか。家族とか周りの人に相談するじゃないですか。はいはい、その時の周りの反応とかどうだったんですか？周りの反応はそれこそ6年ぐらいは仕事してたじゃないですか。で、弟子っていうと、ほぼ無給なんですよ。給料なしでやるんですよ。やっぱ現実的ではないっていう見られ方するし、笑われることもあったし。なんかそれでもなろうと思ったこう心の支えになったものとかそういうものってあるんですか？盆栽っていうか、日本の文化ってだんだん薄れてきてるところがあると思うんですよね。で僕盆栽好きなんですけど、それがなくなるのがすごい嫌だったんですよ。なんで自分で知識とか技術を身につけて次の世代に伝えたい、できれば多くの人に伝えたいっていうのがあって、その情熱というかそれがもう支えになってましたね。不安はありましたよ。怖かったし、全然ね多少知ってると言っても今までの仕事とはもうガラッと変わるんで恐怖心もあったし、だけどそれでもやっぱ自分がやりたいって多分このままやんなかったら後悔するだろうなっていうのを感じて飛び込んだって感じですね。なぜこのじゃあ香川県で盆栽園でこの盆栽やろうと思ったんですか？きっかけは埼玉にいる時にその盆栽園の仕事で香川に来ることがあって、その時に、高松も盆栽有名っていうのは知ったので、その仕事に休みの日にぐるぐる回ったりして、もともとこう自然が多いところが結構好きだったので、環境的にもいいなと思ったし、平松さんもいるしっていうので来ようって決めましたね。うちのボスの平松さんっていうのはもう埼玉に行った時から名前は知ったんですよ。本当僕弟子1年目とかの本当盆栽業界では一番下の状態の時でも、平松浩二っていう名前はこう知ってて、出会いは僕高松ここに来てるんですけど、ちょっと離れた場所でも少し仕事してたんですよ。香川に来て一番最初にそっちで仕事して、で、もちろん盆栽になったんですけど、こっちに来たんで休みの日にいろいろ挨拶したいなと思って、でもう自転車飛ばして
いろいろ挨拶回ってて、その名前は知ってるしボスの名前知ってるし顔もうっすら分かってるんですけど、人柄とか分かんない。でも挨拶はしたいっていうのでどこどこでこっちに来ました何々ですってこう挨拶をさせてもらって、そっからですね今の仕事を続けながら休みの日にうちに来て勉強したらいいんじゃないかって言ってもらえて、でそこから本当になんかいろいろ教わることが増えていったっていう感じですかね。この YouTube をやりたいと思ったきっかけみたいなのってあるんですか？ YouTube は今本当若い人にもたくさんでも広がっているわけですし、僕も何かしらの発信はしたいなと思ってたので、なんかこうやっぱ若い人になんか伝えたいなっていうところから、ボスもやってみたらいいじゃんって言ってもらえたので、ボスからも。なので今ね松とも知り合って、そういうチャンスをもらえたので、こう YouTube を通してもっとこういろんな世代の人に伝えていけたらなっていう思いで始めましたね。でそれ YouTube を始めて多分現時点で2500人とかなんですけど、なんかこうやってよかったなっていうことはあります？やっぱ展示会とかに行くと声かけていただけるんですよ。1年目の弟子ですからね。まず声なんかかけてもらえるっていうか、顔すら覚えてもらえない。普通だったらもう弟子なんてこうねそんな表には出れないんですけど、YouTube 見てきましたって園に来てくださる方とか、海外の方でもYouTube 見てるよって言ってきてくださるとかあるので、そういうこういろんな人とつながりを持てるっていうのはすごく嬉しいですね。盆栽の魅力はいってなんかこう見てる方にこんなに盆栽って魅力あるんだよって伝えれることってありますか？自分で育てるっていう方に関してはやっぱ変化するんですよね。生き物なので、もう本当分かりやすく言えば臓器類とかは花咲かせたり実つけたりとか、自分でこう世話しててその変化を感じるっていうのはすごく楽しいし達成感も出てくると思うし、より愛着が湧いてくると思うんですよね。で松にしたって新芽が出てきたとか、そもそも枯れないとか、そういう日頃の手入れをしてあげる、世話をしてあげるっていうところは、そこで何かこう結果があったり変化があった時はやっぱりそういう充実感はあると思うんですね。逆にじゃあ盆栽の難点というか難しいところって何かあります？やっぱ仕事をしながらっていう人が多いと思うんですよね。実際そういう相談を受けたりもするんですけど、日中どうすればいいんだとかっていう相談を受けたりするんですけど、仕事しながらやるとなかなか水の管理ができないとか日当たりの管理ができないとか、そういうことがあるので、そういうところは本当難しいかなと思いますね。盆栽ってその魅力とか難しいところいっぱいあると思うんですけど、なんか一般の人の感覚ですけど、ちょっと古いとか、サザエさんの波平さんがやってそうみたいなとか、なんかお年寄りがするっていうイメージがあると思うんですけど、トシさんそのイメージもともとありましたか？もともとありましたね。愛好家を始めるぐらいまでは。はい。で今はどういったイメージですか？アートっていう捉え方、盆栽の捉え方の一つとしてアートっていう考え方を持って、アートってなると割とこう若い人に身近に感じることができるかなとは思うんですけど、若い人がこれから趣味としてとか、職人として関わる人ももしかしたらいるかも、見てるかもしれないんですけど、そういった盆栽に携わる時にちょっと伝えておきたいことっていうのは何かありますか？そうですね。もうこれは終始だと思うんですけど、楽しむことですかね。
もうそれがベースにないと趣味にしたって職人になるにしたってやっぱりこう楽しまないことにはまあ木もねあまりいいものが作れないとか元気をなくしちゃうとかそういうのに現れてくるんでまずは楽しむことが大事かなと思います。これからの目標や夢って何かあるんですか？そうですね、まずは技術を身につけて、ボスに認めてもらえるようになったらやっぱ世界に行きたいんですよね。日本で広めるっていうことはこれもベースとしてあるんですけど、盆栽っていう武器を持って世界に行きたいっていう。じゃあここまでいろんな質問させてもらったんですけど、はい、今のとしさんにとって盆栽とは？生きがいですかね。はい、しまった。例えば弟子制度ってどうですか？弟子制度っていうのはブラックですボスも自分で言うんですけど、よくボスの場合はそこに申し訳ないっていう気持ちも僕は弟子だから分かるんですけど、申し訳ないっていう気持ちもありながらもちょっと笑いながらブラックやからなっていう。給料をもらえるかもらってもお小遣い程度か、休みは、僕の場合だと4ヶ月に1回ぐらい休み。ブラックですなんか一番の失敗談みたいなのってありますか？一回業者さんからお預かりしたものを僕が仕事する針金することになって、盆栽1の枝2の枝っていうかけてったんですけど、それをボスが途中でパッと見た時にやっぱりボスからすればあんまり綺麗じゃない、針金の巻き方が。1の枝2の枝かけたけどこれ全部外してくれって言われたんですよ。その時は、失敗というか当然僕の技術がないっていうところですけど、その後、夜自分で違う木をやってる時は涙こらえながらやりましたね初めて仕事で涙こらえながら悔しくてもう自分が情けなくて。ボスって平松浩二さんってどういう人柄なんですか？そうですね、まず普通に弟子がボスって呼べないですよねなるほど。そもそも師匠や親方のことをボスなんて呼べないですよね。それでもきっとなんか皆さんのイメージとはちょっと違うのかなって見てる方も感じる部分ではあるかなと思うんですけど、人柄としてはもうめちゃくちゃ優しいです。 YouTube にしたって普通ね弟子がやれないですからね。だからそういうのもやっぱチャレンジしてみたらっていうふうにも言っていただけるし、だからやっぱ仕事に関しては本当に厳しいです。それ厳しいっていうのは怒鳴るとかなんか手が出るとかそういういわゆる師匠と弟子っていう感じじゃなくて、出来栄えに関しては本当1ミリのまで細かくチェックが入るっていうその厳しさがやっぱありますね。